今回は砂糖不使用で体に優しい自家製めんつゆの作り方をご紹介します。冷やしそうめんに煮物に炒め物にも1本あれば重宝する万能調味料です。早速作っていきましょう。作り方はとても簡単です。醤油、みりん、酒をそれぞれ同じ量で鍋に入れます。1対1対1なので覚えやすいです。みりんはぜひ本みりんで作ってくださいね。みりんはもち米と米麹、焼酎で長時間熟成させて作られた発酵調味料で、自然な甘みと深みのある香りが出汁と合わさることで、めんつゆの旨みがぐっと引き立つんです。お酒も 200ml 入れましょう。これが基本の分量なんですが、出来上がりが少し甘いと感じる方もいるかもしれません。その時はみりんを半量の 100ml で作ってください。みりんを半分に減らすだけで甘さ控えめでお出汁が際立つめんつゆになります。昆布はキッチンペーパーで表面を軽く拭いてから入れます。昆布を入れたら10分そのまま置いておきます。椎茸や切り干し大根などの野菜のお出汁をプラスしても美味しいです。他のお出汁を入れる時もこの時に一緒に入れてください。分量の目安は干し椎茸や煮干しなら2つ。切り干し大根の場合は1つまみとほんの少しで大丈夫です。10分経ったら火にかけます。沸騰直前まで中火で温めましょう。鍋肌がふつふつしてきました。沸騰しそうになったら昆布は一度取り出します。昆布を煮てしまうと粘りが出てしまうため取り出しましたが、干し椎茸などは取り出さなくても大丈夫です。沸騰したら弱火にして2分くらいこのままブクブクさせながらみりんとお酒のアルコールを飛ばします。2分経ったら鰹節を 20g 入れましょう。鰹節を入れて再沸騰したら火を消して5分待ちます。待っている間に鰹節をこすボウルなどを用意しておきましょう。ざるにキッチンペーパーをセットしておきます。目の細かいざるをお持ちの場合はキッチンペーパーはなくても大丈夫です。保存容器は煮沸消毒かアルコール消毒をしておきましょう。5分経ちました。ざるにあけて鰹節をこしましょう。鰹のいい香りが漂っています。鰹節を絞ってください。一番だしを取った後の鰹節は雑味が出ないように絞らずに取り出しますが、めんつゆを作る場合は軽く絞っても大丈夫です。鰹節の旨味に加えて醤油やみりんの強い風味が加わる調味だしなので、多少の濃さやコクがむしろ美味しさにつながります。この出し殻も後ほど調理したいと思います。
保存容器に移しましょう。昆布からはまだ出汁が出るので、この後戻すんですが、熱い状態の時に昆布を戻すと粘りが出る原因にもなってしまいますので、粗熱が取れてから戻すようにしましょう。冷める前に蓋を閉めると内側に水滴がついて、その水滴がめんつゆに入り、腐敗の原因にもなってしまいますので、完全に冷めるまで蓋は開けておきましょう。キッチンペーパーなどをかぶせてほこりが入らないようにしてから、そのまま冷めるまで置いておきます。粗熱が取れたら昆布を戻して完成です。その日からお使いいただけますが、1日寝かせた方がより美味しくなります。昆布は1日もすればしっかり旨味が出ているので、その後は取り出して大丈夫です。冷蔵保存で3ヶ月は日持ちします。使い切れなそうだったらタッパーなどに移し替えて冷凍で保存してください。冷凍すれば半年ほど日持ちします。取り出すときは清潔なスプーンで取り出してください。もしくはこんな感じで調味料の空き瓶などに入れると使いやすいのでおすすめです。これはみりんの空き瓶を使いました。これは2倍濃縮めんつゆですので、ざるそば用のそばつゆなどはめんつゆと水を1対1で割ってからお使いください。このめんつゆはそばつゆだけではなく、煮物や丼物、炒め物やだし巻き卵などどんなものにもお使いいただけます。市販の2倍濃縮めんつゆと使う容量は同じですが、参考までに割り方を記載しますので、よろしければ参考にしてみてください。早速いただいてみます。市販のめんつゆよりも角がなくて優しい味わいです。個人的に市販のめんつゆは甘すぎるんですが、これはほんのり甘くてしっかり味が決まっています。幅広い料理に使えるので我が家には欠かせない存在です。この出がらしも無駄なく使いたいと思います。昆布は細かく切っておきましょう。細かく刻んだらフライパンに昆布と鰹節、調味料も入れます。みりんは大さじ2、お酒は大さじ1、味噌は大さじ2、中火と弱火の間の火加減で軽く炒めながら練り合わせます。量が少ないのですぐ出来上がります。焦げないように絶えず混ぜてくださいね。水分がなくなり全体がまとまってきました。最後にすりごまを大さじ1加えて混ぜ合わせたら完成です。
清潔な保存容器に移し替えます。こちらは冷蔵で1ヶ月、冷凍で2ヶ月ほど日持ちします。ご飯のお供としていただいても美味しいですし、焼きおにぎりの塗り味噌や野菜のディップ、野菜炒めの味付けにしたりといろいろ使えます。めんつゆと合わせて冷蔵庫の常備調味料に加えてみてくださいね。暑さが続く日々ですので、皆様どうぞご体調にお気をつけてお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございました。